達也です。本日はストラテジーとして投資の振り返りと次週以降のシナリオを私個人の解釈を持って話していきたいと思います。はじめにこちらドル円になります。ドル円は今週続落が観察されました。足元の相場ではこちらの11月の12日週の経線から反落がありまして、先週の経線はスパイクローで示しまして引けたわけですが、これは強気の解釈ができないと以前の動画で指摘いたしました。なぜなら今週の足はこれを踏襲すべく切り返しが達成できていないからになります。ですから RSI の弱気のダイバージェンスからも読み取れますように、目先ドル円の週足としては弱含みの試合が継続されることは明白であります。これらを踏まえて次週以降の戻りの参考として、こちらの7月の安値137円の中盤は、来週早急なトライがなくてもいずれ試されていくというふうに見ています。一方で上値の参考としましては、こちらの11月の19日週のスパイクローがつけた安値147円は明確に割り込まれていることから、切り返しがあってもこちら売りが集まりやすいでしょう。したがって次週以降のストラテジーとしまして、ドル円は当面様子見がベストと考えています。次にユーロ円になります。ユーロ円は今週インサイドで2線引けとなりました。足元の相場ではこのように高値圏で上昇エッジフォーメーションを形成、さらに11月12日週のこちらの経線がメインの抵抗ゾーンをブレイクがありましたが、足元までの反落に至っていることから、こちらの上限ブレイクがフェイクセットアップを点灯しているというふうにも解釈できます。当然この動きのみでトップアウトを想定しているわけではなく、あくまでも今後の動き次第ということにはなりますが、こういった RSI の弱気シグナルもあって目先の地合いが強くないことは、客観性があるでしょう。これら踏まえまして次週以降の戻りの参考としまして、こちらの7月のスパイクロー安値151円の前半、こちらが GMMA の 60EMA 付近であることからも一時的な支持は得られやすいというふうに見ています。一方で上値の参考としましては、こちらの先週の高値、こちら抵抗ゾーンとして意識されるというふうに言えます。したがって次週以降のストラテジーとしましては、様子見しつつさらなる続落を視野に入れて観察をしていきたいと思っています。続いてポンド円になります。ポンド円は今週ザラ場に安値トライ後に切り返して陰線引けというふうになりました。足元の相場では直近3週の反落から高値圏での調整が見られています。しかしながら11月19日週のこちらの陽線、これがレンジの上限を明確にブレイクしたにもかかわらず、翌週のインサイドからこれを割り込み足元までの調整に至っているわけですから、目先の地合いとしては弱含みが今後も維持されるというふうに見ています。そのような背景を踏まえてトライの参考としましては、こちらの7月のスパイクロー示す176円の前半は戻りがあれば一時的にも支持は得られやすいというふうに言えます。一方で上値の参考としましては、先ほどの11月19日週のこちらのスパイクロー示した184円の中盤は先週ブレイクされていますから、さらに今週抵抗ゾーンというふうに示唆されているわけですから、この付近は分厚い抵抗ゾーンの存在が当面意識されるというふうに見ています。したがって次週以降のストラテジーとしましては、こちらの様子見しつつ引き続き観察を徹底していきたいと思います。最後にユーロドルになります。ユーロドルは今週切り返しとなりました。足元の相場では10月の1日週の経線が前の安値をザラバにトライ後に切り返してフェイクセットアップの作業を点灯、さらに現時点までこれを引き継ぐように今週の動きへとつながっているわけになります。こちら地合いとしては GMMA の、収束から保ち合いという位置づけにはなりますが、こちら昨年の9月のスパイクローが効いている以上、ユーロドルの中長期的な回復は当然視されるというふうに見ています。ですから次週以降のポイントは今週のこちらのスパイク回を上にブレイクできるかどうかという点になると考えています。したがって次週以降のストラテジーとしましては、こちら様子見がベストと考えています。最後にまとめになります。中期スパンにおけるサイクルが重要な債券を示唆している点として、こちらのドル円を例にしてみると、こちらの昨年10月の、こちらの高値が24年ぶりの高値更新を果たしまして、その後11月そして12月と反落がありました。さらにそこから、本年度初頭以降はこちらの上昇のスピード感としては、昨年のこういった上昇モメンタムスピード、これと比較すると速いとは言えないですが、このようにですね、じわじわと切り返してこ
ちらの10月の形成がようやく昨年の最高値付近まで、迫ったわけですね。ですから、ここは達成感による利益確定が集まり、反落自体は自然と言えます。一方で、投資がありました来年度は上期の割と早い段階において切り返しが見込まれるということになりますが、個人的にドル円に関しましては、最も強い時期が過ぎ、今後は当面の間調整が続くと考えています。その理由としまして、まずドル円のこちらの10月の高値、これが昨年の高値まで、トライできずに手前で挫折するような反落であったこと、さらに先ほど申し上げたユーロドルが中長期的に切り返しを果たしやすいこと、加えてファンダメンタル要因としましては、主要中央銀行の金融政策の路線変更になります。つまりこちらのドル円のケースでは FRB の来年度以降の利下げの可能性、さらに日本銀行のマイナス金利解除、そして将来的な利上げの可能性を市場が価格にこのように反映しつつあると見ているからになります。まとめますと、黒線に関しては来年度の動きとして、現在の反落を維持、または加速をしていくことが予想されます。一方、ドルストレートに関しましては、ドル安を背景に切り返しを推進していくというふうに見ています。時刻は12月の16日、朝の7時前後です。本日ご視聴いただきましてありがとうございました。